あんま寝れないですもんね。毎日試合の夢見てますよ今。緊張感がなかったですね。リングに上がってやっぱ対面した時はやっぱり朝倉環奈選手ではなくて、私の中でリングで会ったのは環奈だったので、勝てると思っちゃったんですよね。試合中にミドル入って下がっていったので、効いたなと思って畳みかけようかなって思ったら、やっぱりタックル決められちゃって、もうそこからもうあの展開なので。やられたらやり返さないといけないと思ってるので、もう環奈ちゃんではないですね、私の中で。すべき相手、朝倉環奈選手。佐藤ルミナさんにちょっと練習を見ていただこうかなと、お願いしに来ました。感覚で教えてくれるので、それがすごく合うというか。今日は環奈対策っていうのも兼ねてると思います。そうですね、もうそこをメインにやらせてもらおうかなと。いきなり裸のおじさんがお出迎えってコンディションいいっすね。サーフィンやってるからよろしくお願いします。じゃあビシビシ絞れていいですか。ちょっと引いてるよね。パンチうまいね。パンチうまいっていうかパンチ嫌だね。軌道が読みづらい。かなり厳しいことやらせますね。MMA2 年生はちょっと、俺が現役の時でもそれちょっと、いろいろ悩むんじゃないかなと、いや調整大変だな。このタイミングで来たってことはですよ、やっぱちょっと思い詰めてるんじゃないかな。どうなんですかね。ただまあ総合的にちょっと肉付けができればなと、そういう何かの、きっかけになればというか、いいひらめきを与えられればっていう感じなんで。久美さん最初のひらめき格闘家ですよね。そうですね、僕ひらめき系だと思いますよ。計算づくのじゃないんで僕は。何かしパッともうやっちゃおう、これ面白い、今誰も俺が次これやると思ってない、やっちゃおうっていう感じの人間なんで、本当にやっちゃって成功する時と、大失敗してめっちゃ叩かれる時とそれはそれで別に後悔ないんで、それで成功してドーンってなった時が本当面白かったんで、彼女もちょっと割とこっち寄りだとは思うんですけど。
グラウンドでのキックっていうのはカナダに有利だったんですよ。オランダやっぱポジショニングうまい方が強いんで、完全にスタンド、そうタックル、切り際とかじゃないですかね。タックルに合わせる簡単には見せてただけこれないんで、当たればラッキーだし。血とか大丈夫派ですか？それ嫌ですけど、でも自分の血見たら変わるのかな。なんか一発もらったらイラッとしてガーっていけるので、もしかしたら血見たらうわーって上がるのかもしれない。わかんない、どっちかもうってなるのか。打撃ちょっと怖いの見せた方が逆に入れるんです。軽く左当てちゃっていいよ。それで。そこに手が違う。ひっくり返っちゃうよ。頭の位置。そう入れ替えて。離れろ離れ気が打ていいから。そこ厳しく抱えないはい、そこリカバーするよ。すぐ足しっかりマットにつけていって、はい、投げられるよ。そう蹴ってコーナー蹴れ。はい、その後遅いフレックスさせないように立つよ。とにかくここはエビ。抱えなくていい。それは無理だから抱えなくていいから。そう顔、いやそこじゃない、顔でいい。足揃えるな。足開いて腰落とす。いやそこじゃないな。こういうとこから抱えないよ。肘いいよ。いやそれやんなくていい。もう離せ。はい、そのキワ今肩固め狙ってるから。オッケー。はい、じゃあ休憩しよう。やっぱなんか総合向いてないな。結構ざるだったね。足が揃っちゃうと結構まとめやすいんで。だからそうだね。ちょっと俺もびっくりした。もうちょっとできるのかな。
強いです。はい、強いです。パワーもすごいついた感じがします。技術も上がってきてるし、いっぱい人数いて強い選手の中でやってるからハードな練習ですよね。いや、カンナもびっくりです。2年前カンナが負けた時あったじゃないですか。年明けててっぺんのなんか新年会みたいな、そこですごい仲良くなって、そこからですね LINE も交換そこでして、でなんかそこで敬語もなしねみたいな。藤山ファイトクラブのスタジオで感じになってません。そうですね、恋愛に関しては全然ダメダメです。言い続けてたのに実はいた罪悪感。でもツイッターネット見る限りみんないいねって。もうその声が多くて、本当そこだけが救いでしたね。よかったと思って。データもっぱらどこなんですか？これもちょっとないですけど、ディズニー1回だけ行ったことあるんですよ、2人で。もう2人で帽子かぶって行きましたね。ヒヤヒヤ青春ですね。恥ずかしくなってきて、中学生みたい。どんなことが好きですか？まあでも本当刺激になるし、やっぱり一番分かってくれるんで、理解してくれるじゃないですか。励ましてももらえるし、なんか結構支えにはなってます。次負けたらあだこだ言われなくもないじゃないですか。しっかりそこも勝って、お互い高め合えてるのもそこで見せれれば、もっとこうなんていうんですか、応援してくれる人も増えるだろうし、はい、負けらんないですね。そういいよ手しっかり伸ばしてね。ストッピングするよ。その後ジャンプ行きたいね。いいよいいよ。おいいねいいね。そう顔して顔して。基礎運動っていう部分がちょっとあまりにもちょっとできてなかったんで、ちょっとびっくりしましたね。はい、そのセンスがいいから練習スパーでもなんとかなってたと思うんだけども、今日ちょっと基本の確認、そういう部分をちょこっと見せてもらったんだけど、ただセンスに頼って練習だけスパーリングだけしてきたんじゃないかなって。そうですね。前々から思ってたんですけど、今日なんかやっぱなんか総合向いてないなって。そんなこと言う。いやでも、もう基礎をやる時間がなかったので、ちゃんとやらなきゃいけない部分も、今回明確に分かったので、もう今後やるにおいては絶対そこは固めとかないといけない部分なので。途中からムカついてる感じが。そうなんね、違うってなっちゃう。いいんじゃないですか、こういう悔しい気持ちね。逆に悔しいと思ったんだったら、じゃあその今日やったやつリベンジしろよみたいなのもあるし、だから逆にいい刺激になるからいいんじゃないですか。そのまま僕は見守ってますね。はい。海野さんも実はリベンジって、大きな試合でリベンジ失敗してますよ。僕はもうまさかその宇野くんのあれが出ると思わなかった。いや宇野くん2回とも負けてますから、はい、もう全然自分のが強いなっていう自信があって、負けちゃったんですけども、みんなにこう申し訳なかったっていう気持ちでやっぱ何としてでも勝ってやるっていうのがありましたんで、そこで負けちゃったんでね、いろんなものを背負っちゃって大変だなと思う部分、それも僕とちょっと似た部分もあるかもしれない。そういう部分ではすごい共感するんですけど、かわいそうだなって。
いろんなもうことがあると思うんですけども、今日も本当ダメなところが、明確に分かったんで、そこをいかに補うか、この1ヶ月で。めっちゃダメだったのをちょいダメぐらいに持っていければなんとか、あとは本当に自分も言ってるようなその試合でのね、そのフォーカスちゃんとアジャストできる、そういう才能を持ってると思うから。あとはもう、でも全然来るときに言う。フリーマンション借りよう。いやもう本当にやるしかないし、もうこの1ヶ月をどう過ごすかっていうのでまた結果にもつながってくる期間なので、朝倉環奈選手とリマッチを実現させてください。本当にいろんな声がありますけど、この一戦について。だけどもう最近どうでもよくなってきて、私は別に負けて、リベンジする機会をいただけたからリベンジしたいから頑張るけど、もしこれの勝敗で何も変わることはないなって。だって私ルミナさんのこと本当にめちゃくちゃ強い人って思ってるけど、2連敗したのがそういうのも全然知らなかったし、ルミナさんはルミナさんじゃないですか。だから私は私だなって、なんか一回負けたら本当に全部なくなっちゃうんじゃないかなみたいな思った時期もあったんですけど、もう私は私だなって今は本当に思えるので、だから全部を出し切りたい。この間は全然出し切れずに終わっちゃったんで、今回全部出してもう負けたんであればもうそれはそれでいいかなっても思えるので、勝つために残りを頑張ろうかなと思います。はい、では以上おさらいでございます。打撃は本当にレイナさんの方がやっぱりレベルは上ですけど、自分が寝かせれば勝てると思うし、今からタックル切る練習しても絶対切れないと思うし、追い込まれた時の強さを出せる選手だと思ってるので、自分でも、今に見てるとその多分気持ちが多分私の中で多分一番強いエネルギーなので、見とけよと思ってますけど。アマチュアじゃないから、やっぱり勝負はやっぱ勝たない。ちょっとまたかっこいいレナちゃんが見たいです大丈夫です。ボナススポーツ。なんて呼んでるんですか。荻窪先生。なんて呼んでるんですか。カンナ先生でもあるし選手でもあるんで、いつもボコボコにされて、こんなまさか荻窪先生とゲームで勝負するなんて思わなかったですね。あ、間違えた。ガードじゃん。ちょっとまずガードが。よっしゃ。ガードできないじゃないですかこれ。いけ。あ、やばい。間合いだ間合い。だいぶ遠いなこれ。仮想これ。あ、やばい。たまった。なんか火が吹いた。なんで火が吹いた。よし。いけ。やばい。よっしゃ。格闘技しかできないっていうのがバレてしまいます。やっぱ距離感。このゲームに必要なのは距離感と武器ですね。距離感のつかみ方うまいんですよ。なんかこう来たタイミングで先に押したら、なんか押すタイミングとか。そっか。
内と一緒ですか？いやいや、本当やめてください。本当に